にちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。渡りガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。渡りガニ。っていうことでね、メインチャンネル、毛ガニに続き、またもやカニさんやってきました。僕の大好物、渡りガニ。どうしてもあの料理が食べたいなと思って、それが、ケジャン。本当は韓国ピュッとひとっ飛びして食べて帰ってきたいとこなんですけど、今行けないんでね、もう自宅で作るしかねえぞということで、今日はこちらの新鮮な渡りガニを使ってヤンニョムケジャン作っていきたいと思います。ほんで今の時期はオスの渡りがうまいんですよ。だいたい僕がヤンニョムケジャンを作るときはオスがうまいとき、カンジャンケジャンを作るときはメスがうまいときと思ってください。で、今日の産地が宮城県の渡りガニです。いつも愛知ばっかなんですけど、たまには他の産地も食べてみたいなと思って。で、これはあらかじめもう綺麗に洗ってあります。ちゃんとふんどしの中も綺麗に洗ってありますんでね。で、塩茹でも食べたいんで、ケジャンと塩茹で半々でいきましょうか。この2杯は塩茹で、この2杯はケジャンでいきましょう。で、今日はちょっと変わったスタイルのヤンニョムケジャン作ろうと思います。ケジャンって大体漬け込む作業があるんですけど、今日はそれを省こうかなと思って。なんでかというと、僕今までヤンニョムケジャン作ってきて、漬け込む工程でかなり水気が出て、シャビシャビになっちゃうんですよね。だったら、もう剥きたての鮮度いいやつを、ヤンニョムケジャンのタレにつけて、ディップスタイルで食べるっていうのを一回やってみようと思って。味の染みた、トロットロのケジャンにはならないと思うんですけど、プリプリ新鮮なヤンニョムケジャン、どうなんだろうと思って、今日はディップスタイルで試していきたいと思います。よし、そしたらじゃあまず塩茹でからいきましょうか。そしたらお湯にお塩。このぐらいかな。今日は優しめのお塩でいきます。で、カニの塩茹でってそんなに塩入れなくてもいいと思う。本当にうっすらでいいと思う。そしたらカニちゃん入れていきます。甲羅を下にして入れていくと。でもこれ閉めてあるんで足取れないですけど、まだイケイケの状態で熱湯に入れちゃうと足全部取れちゃいますんでね、氷で締めたりだとかして一回閉めてお湯に入れた方がいいと思います。まだねちょっと動くの分かりますかこれ。よし、これで蓋して15分ぐらい茹でていきましょうか。よし、そしたらヤンニョムケジャンを作っていきます。今日のカニはふんどしがこう細いですよね。これがオスでもこうやって裏見なくてもオスかメスか見分ける方法あるんですよ。で、上から見て爪がこのぐらい長いやつ、これオスですね。メスはね爪が短い、この半分ぐらいですね。そしたらまずふんどしを取ってパキッと、でふんどしの隙間に手を入れてパカですね。で、生のカニはね結構力いりますんでね、気をつけてくださいね。パカッと。そしたらこのガニですね、エラを取りましょう。で、このエラの隙間結構汚いんですよ。ここでいろんなものをろ過してますんでね、ろ過器みたいな役割ですよ。で、この状態にします。で、こちら側も一緒ですね。ふんどしを外してよっ、パカッと。こっちは味噌がいいですね。で、キリキリキリと。はい、この状態になりました。こっちが1匹目、こっちが2匹目ですね。これね2匹目の方が鮮度がいいです。それなんでかというと、甲羅に溜まってる味噌の汁、これがね1匹目は黒ずんでるじゃないですか。それに比べて2匹目は黒ずんでなくて味噌がしっかり固まってるの分かりますか。こっちの方が鮮度はいいですね。こっちはちょっと死んでから、時間が経ったものですね。死んでから時間が経てば経つほどこんな感じになってきます。そしたらここめちゃめちゃ大事な作業ですよ。ここのエラのとこですね。ここめちゃめちゃ汚いんで綺麗に洗います。で、もったいないと思うかもしれないんですけど、味噌も落としてしまいます。で、こういう隙間にも味噌が入り込んでますんで、こういうとこも綺麗に落とすと。こんな感じですね。綺麗に洗いました。はい、このようにピカピカになりました。そしたらこちらを半分に切ります。バスッと。で、この足も切っちゃいましょうか。バシッとバシッと。意外と渡りガニの食べ方知らない方多いと思うんで、渡りガニの構造をちょっと軽く説明しますね。渡りガニの身って実は半分よりこの上、爪の部分ですね、ここってね、こう見てもらうと分かるんですけど、肉が全然入ってないんですよ。肉があるのはこの足のヒレヒレの付け根、ここに身がほとんど入ってます。なのでケジャンにするのは半分に割っちゃって、こうですね、こっちだけです。
こっちだけ。この爪の方ですね。これはどうするかというと、お味噌汁にしましょう。身がちょっと入ってるんで、ここからもいい出汁が出ますんでね。用途を分けてあげる。そうすると、無駄なく渡りガニが味わえるんじゃないかなと思いますよ。割っちゃう、こうやってバスッとね。で、こっちだけケジャン。こっちは味噌汁。割る。やっぱちょっとこっちはね、一匹目の方はね、ちょっとこう、身がね、溶けてるの分かりますか？鮮度の悪いやつだとこうなりますね。鮮度がいいやつだとこの色なんですよ。ちょっと悪いとこう溶けちゃってるんですよね。こっちはまあ味噌汁用にしとくか。で、味噌汁で食べる時も、こうしてあるとすごい食べやすいんですよ。よくお店屋さんとかで、もう一匹丸ごと甲羅ごと真っ二つでお味噌汁入ってるやつあるじゃないですか。あれも豪快で見栄えが良くて素敵なんですけど、やっぱ食べやすさを重視すると、この形がいいんじゃないかなと思います。味噌汁から箸でこう取って、で、箸のまましゃぶれると。手を汚さずにカニの身も味わえるというね。ほんでこれね、冷凍しとくと超便利なんですよ。朝のお味噌汁の具どうしようかなっていう時に、冷凍から出して、そのままお味噌汁作っちゃえば、もう朝から豪華なカニ汁ができると。なんで僕、渡りガニが安い時とか、めっちゃ買い込んで、この状態にして冷凍してあります。こうやってジップロックに入れとくんですよ。1回分ずつジップロックに入れておくと。これは冷凍しておくだけ。ちょっと喋りすぎたんで、カニが先に上がっちゃいましたね。なんでカニを揚げていきましょう。渡りガニの塩茹での完成。さあ、そしたらヤンニョムの仕込みをしていきましょう。今日この殻をね、ある程度剥いちゃいましょう。こうやってペリペリペリと。生きてるとね、なかなか剥がしにくいんですけど、ギュッギュッと剥がしながら剥くと、剥けます。で、完璧には剥かなくていいんでね、ある程度でいいです。うわ、すごいな、プリプリだから、全然剥けねえや。ほんで言い忘れてましたけど、渡りガニの生食ってあんまりね、一般的じゃなくて、お腹の弱い方はおすすめしません。本当はケジャン作る時も一回冷凍したりするんですよね。でも僕生で食べるのが好きなんで、生で食べますけど、あんまりおすすめしないんで、そこのところよろしくお願いします。こんな感じですね。プリ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 と。うまそうですね。ほら、まだ動きますよね、ほら、ほらって。ピクピクピクって、ほら、わかりますこれ。ほら、ピクピクピクっと動いてます。もうこの段階で醤油つけてかぶりつきたいですもんね。はい、こんな感じ。そしたら氷にお酢。そしてお水もちょっと。で、お酒もちょっと。で、ここにふりふりふりとくぐらせます。ちょっと軽くね、締めます。で、これすることによって臭みも消えますんでね。軽くふりふりふりと。あんまりやりすぎるとしょっぱくなっちゃうんで、まあ、このぐらいでいいでしょう。ちょっと身が白っぽくなる程度で OK だと思いますよ。よし、そしたらこれでカニの仕込みの完成ですね。ソース作っていきましょう。もうソースは即席でいきますよ。味付きのお好みのヤンニョムソース使ってください。今ヤンニョム流行ってんのか知んないですけど、ヤンニョムソースいっぱいあるんでね、お好みのヤンニョム探してもらえばいいかなと思います。これでディップスタイルが成立したら何がいいかというと、ヤンニョムソースをそんなに使わなくていいんですよね。漬け込むとなるとヤンニョムソースめちゃめちゃいるんで、でもディップスタイルだったらもうこんなもんでいいと思うんですよ。むちゃくちゃ節約できる。ほんでそこにすりおろしニンニクですね。ちょんと入れます。ニンニク好きな人はもっとがっつり入れちゃってくださいね。ちょっと僕明日ね、用事があるんで、こんなぐらいで。で、混ぜ混ぜ混ぜと。よし。そしたらここにお野菜加えていきます。ニラですね。生のニラを入れます。この量なんで2本ぐらいでいいかな。これでいつもはざく切りにするんですけど、今日はディップスタイルなんで、みじん切りで細かくしていきますよ。で、ニラをドサ。ちょっと多かったかな。で、混ぜ混ぜ混ぜと。ニラ、ニンニク入りました。そしたらここに玉ねぎですね。玉ねぎちゃんを入れていきます。で、玉ねぎはまあ少しにするか。ニラたくさん入れたんでね。玉ねぎも、みじん切りにしていきます。いつもはスライスなんですけど、今日はディップなんで、みじん切りでいきます。で、できるだけ生食でいける玉ねぎ使うといいと思いますよ。ニラ、玉ねぎ、ニンニク入りました。いい感じになってきた。ここで一回味見します。相当うまい。これよ、これこれ。でも今日はそこにちょっとプラスしたいものがあるんですよ。まず、これ。干しアニエビ。甲殻類をプラスしちゃうっていうね。
でちょっとこうやって潰して、粉末にして入れると。あんまり入れすぎても香り強すぎるんで、こんなもん。混ぜ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 と。で、ここでまた味見。エビのほのかな風味がプラスされた。で、そこにこれもね、入れちゃおうと思って。干し貝柱。なんかうまそうじゃないですか。2個ぐらい入れちゃおうか。こねこねこねと。干し貝柱もドンと入れると。で、ここで辛さが足りないよって方は、こういうカプサイシンパウダーとか、あとブルダックソースとか入れても美味しいかもしれません。よし、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっと今日はね、あしらいがなくて殺風景ですけども、出来はバッチリだと思います。こちら、ディップスタイルのヤンニョムケジャン。じゃあこちらからいただきますか。どうなんでしょうね、これね。じゃあ、いきますよ。つけて、こういきますか。うまそう。じゃあこちらをいただきます。こりゃ違うな。すごく美味しいんですけど、僕は勘違いをしてました。ケジャンは味が美味しいものと思ってたんですけど、漬け込んだからこそ出るトロッとした食感がケジャンの一つの魅力だったんだなって気づきましたね。なんかプリプリだと違和感があります。これだとわさび醤油とか酢で食べた方が美味しいですね。美味しいんですよ。美味しいんですけど、何か違和感がある。これはヤンニョムケジャンとは言えないなって感じですね。この身はね、醤油がいいと思う。いきます。大正解。いや、醤油ですね。生きた渡りは醤油だわ。うめえ。茹でガニ行きましょうか。茹では、パカッと開いて、で、エラ外して、で、パキッと割って、で、もう一回パキッと割って、4等分。ほんで、ここ殻を取るじゃないですか。ある程度剥けたら、カニ酢つけて、これを、宮城の渡り美味しいですね。こうやって足も折って、ニュッとやると出てくるんで、これは食べると。うめえな。この味噌たっぷりのとこを、もうこのまま。最高。やっぱ食べ慣れてるのがあるか知らんけど、渡りガニが一番好きだな俺は。はい、ということで今日はこちらの渡りガニの塩茹でとディープタイプのヤンニョムケジャンときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。こちらでやっていきます。ちなみに僕これ3日ぶりのアルコールでございます。よいしょー。これはうまい。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。3日ぶりの銀色は体がびっくりしとる。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は渡りガニを使ってディップタイプのヤンニョムケジャン作ってみましたけども、今一つでした。タレの味は美味しいんですけどね、やっぱり漬け込んでトロッとさせるのが大事っていうのを気づきましたね。もう一回ちゃんとした作り方でやりたいですね。僕は定期的にケジャンの動画を出さないと頭がおかしくなってしまうという病気の持ち主なんでね、お付き合いください。よろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。